本日のお話はアルゼンチンの話だよ。今日の話を一言でまとめるとこちらだよ。アルゼンチン株のバブルが到来したよ。大事なことなのでもう一度言うね。アルゼンチン株のバブルが到来したよ。まずは今回のお話は前回のアルゼンチンの動画の実践編になるよ。前回はダイレクトに言わなかったけど、結局投資方針の結論は何も変わらないよ。先に基盤編として前回のアルゼンチン動画を先に見てね。アルゼンチンがわからないとアルゼンチンバブルもわからないよ。前回の動画を見ていることを前提に今日の話は進めるね。前回の動画は格式高い動画にしすぎてもっと深い考察がないと理解できないかと思ったので補足編として本格の動画を作ったよ。今日のお話の内容は直近のアルゼンチン株上昇、バブル相場の理由についてまず説明するよ。その次に何を考えて投資していくべきかを説明するよ。さらに前回紹介した金融セクター、具体的に言うとティッカーシンボル、BMA、GGAL、BBAR について説明するよ。最後に投資リスクとチャートの説明をするよ。バブルは突然終わりを告げるものなので、よくリスクを理解して投資してね。今回はいつも以上に独自解釈の動画になっているよ。よく間違ってもいいから独自の考えを聞きたいっていうリクエストをもらうけど、今回はまさにそういった内容になっているよ。というか、アルゼンチン銘柄って誰も解説はおろか話題にすら出てこないから独自の考えしか出せないよ。最初はなぜバブルかの説明をしようかと思っていたけど、今回は先に言いたいことを言わせてもらうね。みんなやる気あるの？これは時価総額2ビリオンダラー以上の四半期と半年の騰落率ランキングの上位だよ。みんなどれぐらいこの銘柄を研究しているかな？もちろん過去四半期半年の調子が良かったからといって今後の四半期半年のパフォーマンスが良くなるわけではないけど、株価が上がっている銘柄はなぜ上がっていくか研究すべきだよね。それが短期的なストーリーなのか継続するストーリーなのか確認していくことが基本中の基本だよね。はっきり言って全然ここの銘柄がわからないなら怠慢3回言っちゃった。正直そういう人は個別株に向いてないからオルカンとか全米とか SP500 とかの投資信託を買っておけばよいんだよね。本気で個別株でインデックスに勝ちに行くのなら研究してほしいよね。ちなみにここに今回紹介するアルゼンチンの金融株は出てくるよ。1銘柄だけならば特殊要因で上がった可能性もあるけど、3銘柄全部出てくるんだからアルゼンチンに何か起こっていることを理解してよね。それなのに全くみんなアルゼンチン株の話題すら出てこないよ。怠慢だよ。やる気あるの？でも安心して。ここに出てくる銘柄だけど、トマトチャンネルでは VKTX は肥満役として何回も個別銘柄として紹介している動画があるよ。CVNA も CVNA の動画を出している。SMTC も SMTC の動画があるよ。IESC も IESC の動画がある。IOVA はバイオセクターの動画で簡単に説明しているよ。VST は原発の動画の中に出てくるよ。トマトチャンネルの動画を見ればかなり学べるよ。何が言いたいかというと、再生回数が伸びないから他の動画も見てね。さて、それはともかくアルゼンチンの話に戻すね。この3銘柄のことだよ。まずはなぜバブルなのかの説明をいきなりしていくね。本当はもったいぶって最後に説明したいところだけど、みんな
短期なんで、ポイントは最初に言わないと動画を見るのをやめてしまうので説明するよ。自分がバブル相場だと思ったのはこちらのグラフからだよ。アルゼンチンの政策金利のグラフだよ。アルゼンチンは後からインフレ率も見ていくけど、かなりのインフレ率と通貨アルゼンチンペソが安いのに悩まされるのは知っているよね。2013年10月12日に政策金利を 118% から 133% に利上げしたのを最後に、そこから利下げをしているんだよ。ミレー大統領が大統領に選ばれたのは11月、実際大統領になったのは12月だよ。12月18日、133% から 100% に利下げしたよ。その後はしばらくその金利を据え置いてきたけど、インフレ率がやや下がり気味になったことを理由に、3月12日に 100% から 80% に利下げしたよ。さらに4月に入って4月11日に 80% から 70% に利下げ、2週間後の25日に 70% から 60% に利下げしたよ。さらに5月2日に 60% から 50% に利下げしたよ。ここまでの説明で賢い視聴者のみんなはなぜバブル相場だって言いたいか分かった人もいるよね。その人はもう動画はここまででも大丈夫だよ。嘘をついたよ。動画は最後まで再生しながら見るのはここまででも良いよ。再生時間が大事なのよ。言っていることがわからない人もいると思うので丁寧に説明するね。まずアルゼンチンの消費者物価指数ってどれぐらいだっけ？前回の動画でテストに出るって言ったよね。もちろん暗記しているよね。こちらがそのグラフ。2024年3月の消費者物価指数は前年比 287% だよ。すごい数字だね。1年で物価が3倍、4倍。想像がつかない世界だよね。次に、こちらが前月比の数字。3月は 11%。1月の 20% 超えからは落ち着いてきたように見えるよね。ここら辺を理由にアルゼンチンは利下げをしてきたよ。ここで実質金利について説明するよ。実質金利は名目金利とインフレ率の引き算で計算する数値だよ。名目金利がその通貨を預けておくことで生み出すお金を表すよ。インフレ率とは物の値段なので、これが上がるということは通貨の価値が下がるということだよ。すなわち実質金利は通貨の価値を表すよ。実質金利が低下して低い場合、株が高くなりやすい傾向があるよ。実質金利が極端に低くなっているということは、通貨の価値が下がっていることを意味するので、通貨に対しての株の価値が上がっていくことになるよ。かなり低くなると、バブル相場になる可能性があるってことを意味するということだよ。ただし、現地通貨で株が高くなることを意味するよ。通貨の価値が下がるということは、同時に為替で通貨が安くなりやすいことを意味するので、例えばドルで考えるとそこも考慮する必要があるよ。ここは後で考察するね。実質金利の定義はいろいろあるけど、ここでは単純に政策金利と消費者物価指数の引き算で求めるね。将来の金利とかインフレ率を使ったりすることもあるけど、アルゼンチンではデータが限られるので、この単純な組み合わせで説明するよ。なので、あくまで数値は目安だと思ってね。その実質金利のグラフがこちら。今の実質金利の水準が極端に低いことがわかるよね。マクリ政権の時に株が高くなったことを以前説明したけど、それでもマイナス 20% までいかなかったよ。直近でもせいぜいマイナス 30% ぐらいで、今がびっくりするほど実質金利が低いことがわかるよね。すなわちバブル相場が期待できるってことだよね。
ちなみにインフレ率が下がる見通しで利下げしたと言ったよね。それならばすぐにインフレ率が下がって実質金利が上がってしまうのではと思ったかもしれないけど、上がるかもしれないけど正常レベルに戻ることはないよ。こちらが2024年のインフレ率の見通しだよ。年間で 183%。今は 287% で年平均が 183% なので、年末には結構下がるかもしれないけど 50% 近くまでいく見通しではないよ。それにインフレ率が下がるというのはアルゼンチンの大きな課題が解決に向かっているということだから、その材料で株が高くなるはずだよ。株にとって怖いのは金利を再度上げないといけない展開だよ。ここで注意したいのは実質金利が大幅に下がっているからバブル相場だと言いたいわけではないよ。このレベルの実質金利を長期間続けたら後で説明するけど、もう一つの要因である為替は完全に通貨安になるよ。なのであくまでこの水準の実質金利は一時的な状況だと思っているよ。では実質金利が下がっているのは一時的なものかというとそうではないと思っているよ。詳しくは後でミレー大統領の政策のところで説明するけど、今ほどの水準ではないけど実質金利を低めに維持していくのではないかと考えているよ。すなわちインフレ率が下がってきても先行して利下げをしてくるのではないかと思っているよ。となると実質金利は低めでやはりバブル相場が来るのではないかと思っているよ。そこら辺の説明の前に実質金利が低いと本当にバブル相場になるのかという疑問を考えていくよ。理論的にはそうかもしれないけど本当にそうなるのか。実例で見ていこう。まずはみんながよく知っている米国の2021年の事例を見ていこう。左側が米国の CPI だよ。右側が米国の FF レートだよ。米国株をそれなりにやっている人には説明はいらないと思うけど、2021年から2022年にかけては CPI が右肩上がりで上がっていった年だよ。それに対して FF レートは全然利上げをせずに利上げを始めたのは2022年からだよ。よって2021年は CPI と FF レートの関係から見た実質金利は大幅にマイナスだったよ。では2021年の SP500 はどうだったかというと、こちらが月足チャート。2021年は調整が時々あったけど、月足ベースではずっと右肩上がりの相場だったよ。SP500 で 30% 以上上がった記録的な年だったよ。実質金利がマイナスの力が分かったかな。ただ、米国の場合、為替の要素がないので、次に為替も含めたパターンの実例を見ていくよ。トルコの2022年を見ていくよ。状況はアルゼンチンと違うけど、大幅なインフレという面では、こちらの方が参考になるかな。左側がトルコの前年比 CPI。2022年は70から 80% ぐらいまで上昇していったね。それに対してエルドアン大統領の政策により、トルコの政策金利は 10% 前後で、さらに途中から利下げをしていったよ。2023年以降は大幅な利上げをしているけど、2022年はむしろ利下げをしているよ。その時の株式市場と為替がどうなったかというとこちら。左側がトルコ、ビスト100指数の月足。こちらは単位はトルコリラだよ。右側が米ドルに対するトルコリラの為替だよ。まず株式指数は実質金利が大幅なマイナスとなる2022年頃から大幅な上昇を続け、今も上昇を続けているよ。一方で為替は実質金利が大幅なマイナスのためトルコリラは売られ続けたよ。株式指数が上がっても為替が売られては意味がないのでは。
その疑問について考えていくよ。こちらがトルコ ETF、ティッカーシンボル、TUR の月足だよ。こちらは普通に売買でき、米ドル、建てになるよ。2022年を見ると、前半はアップダウンがあるものの横ばいだったのに、年後半に急激に TUR の株価が上がっていったよ。これはなぜ起こったのかというと、また株式指数と為替に戻ると、この間、株式市場は上昇していくものの、為替の方はじりじりは下がっていくけど、それほど大きくは下がらず、為替が安定していた時期だよ。この時期に何があったかというと、米国ではずっと上昇し続けたドルインデックスが9月にピークアウトしたよね。一つの理由に、ドル安がトルコリラの為替をサポートしていることが挙げられるよ。それにより、ドルでのトルコ株の上昇が起こったと思っているよ。よって、ドルでの株の上昇には、実質金利のマイナスと、為替の安定の2つが必要となるよ。では、アルゼンチンに話を戻そう。左側がアルゼンチンの CPI、2021 年もインフレ気味だったけど、2022年からインフレが加速しているよ。右側がアルゼンチンの政策金利。これは前に説明した通りの動きだね。すなわち、実質金利はもともとマイナスだったが、さらにマイナス幅を大幅拡大しているよ。左側がアルゼンチンの株式指数の月足。アルゼンチンペソ、ベースだよ。ずっと右肩上がりだね。右側が対ドルに対するアルゼンチンペソの為替レート。こちらは政策レートで、実際は非公式レートもあるけど、政策レートを示すね。トルコリラのようにずっとアルゼンチンペソも安くなってきているよ。アルゼンチンの場合、ちょうど良い ETF がないので、金融株でドルでの株価を見ていくよ。左が BMA、右が GGAL の月足でどちらも大型の金融系だよ。大統領選挙があった11月に大幅上昇しているけど、その後も特に年明けから本格的に上昇しているよ。では、為替がどうなっているかというとこちら。ややこしいけど、政府が出している公式レートと実際に使われる非公式レートがあるよ。左側が公式レートで、2023年12月に政府が制限していたため、公式レートと非公式レートとの間にギャップが出ていたため、公式レートを大幅に切り下げているよ。右側が直線っぽいやつが公式レートで、ギザギザしているやつが非公式レートだよ。左のグラフと上下が反対になっていて、上に行くほど通貨安、下に行くほど通貨が高いことを示しているよ。見てわかる通り、非公式レートは1月に一旦通貨安になったもの、2月、さらにグラフがないけど3月に持ち直してきて、今は11月とそれほど変わらない水準になっているよ。すなわち大きな通貨安になっておらず、為替が安定しているということだよね。株式市場は実質金利が低くて現地通貨ベースでは上がり、為替が安定しているということは、ドルベースでも理想的なバブル相場になっているということだよね。もう一度 BMA と GGAL の月足に戻ると、年明けから上昇しているのはこういう理由から説明できるよ。まとめると、実質金利が大幅マイナスなので、現地通貨ベースではバブル相場が期待できるよ。普通は実質金利が大幅マイナスとなると、通貨が同時に売られるけど、何らかの理由で通貨が安定すると、米ドルベースのアルゼンチン株も同様にバブル相場が期待できるよ。直近のアルゼンチン株の動きが理解できたと思うので、もう少し長い目でこのストーリーを考えていくよ。前回の動画で勉強したマクリ政権についてもう一度考えていくよ。マクリ大統領は2015年から2019年の大統領だったよね。市場原理的な政策で、社会保障支出削減などの緊縮財政で借金を返済していったよね。
また、農畜産業の輸出の税金減免、外貨取引規制の緩和、企業の輸出奨励を行ったよね。公務員リストラとかもやったよね。ミレー大統領に近い政策を行っていたよ。それで質問だけど、マクリ大統領が失敗した理由は何かな？前回の動画でテストに出るって言ったよね。もちろん覚えているよね。前回の動画が全てのアルゼンチン株のストーリーの基盤だから何回も見直してよね。理由は一つではないけど、主要な理由はそう。パウエルだったよね。パウエルは今も FRB 議長だけど、2018年も FRB 議長だったよ。FRB が利上げをして、そしてそれが原因でトルコショックで新興国通貨が売られた。その影響でアルゼンチンペソも暴落。そして高いインフレとなり、経済と消費が低迷したのがこの政権にとどめを刺した理由だよね。今回はもう少しマクリ政権の時の解像度を上げてみるね。こちらが BMA、GGAL、BBAR の当時の月足チャートだよ。前回はマクリ期待で上げたと説明したけど、マクリ大統領が当選した時は相場の半ばぐらいだったよ。実は当選した時は株価は下がっているので、今回のミレー大統領とは状況が異なるね。ともかくそこからさらに上昇をしていったよ。株価のピークは3銘柄で違うけど、だいたい2018年の頭ぐらいがピークだよ。株価が大きく落ち始めたのは2018年5月ぐらいからで、トルコショックは2018年8月でかなり株価が落ちきったあたりだよ。危なくなってきたら先に株は売られるということだね。さらに2019年8月でマクリ大統領が選挙で敗れたことで株価が暴落して相場が終了となるよ。ちなみに選挙で敗れた結果、株価は半分ぐらいになっているので、接戦の場合の大統領選挙ガチャはよく考えた方が良いね。ところで、この最初に落ち始めた2018年5月前後に何があったかというと、まず4月25日に米国10年債利回りが 3% を突破したよ。今は 4.5% だから 3% なんて大したことがない気がするけど、当時はこれがトリガーとなってアルゼンチンペソ急落が始まるよ。そしてアルゼンチンの中央銀行は政策金利を4月25日から5月14日まで3回引き上げたよ。それでも通貨安は止まらず8月まで行くパターンだよ。ここで言いたいことは、アルゼンチンの政策の良し悪しとは別に、米国の状況に大きく影響を受けるということだよ。マクリ政権の政策が十分であったかは議論の余地があるけど、方向性としては課題解決に向かっていっていたと思うんだよね。それでも、米国の影響で失敗に終わるというのが現実だと思っているよ。こちらが皆さんがおなじみの左が米国の FF レート、右側が米国10年債利回り。これが今後上に行くのか横ばいなのか下に行くのか。これがミレー政権にとっても重要になると考えているよ。それで直近あったことを振り返るよ。5月1日に FOMC があり、そこで利上げの可能性は少ないことと QT の原則の話が出たよ。5月2日は米国ではないけどアルゼンチンの利下げがあったよ。5月3日は雇用統計で雇用者数、平均時給ともに市場の予想を下回ったよ。これらの要因は米国の金利が下がる方向を示す方向で利下げ期待が高まる結果だよね。その結果、アルゼンチンの株式指数は上にブレイクアウト。BBAR をはじめアルゼンチン株も大幅上昇につながったよ。すなわち今後米国の景気がどうなるかがアルゼンチン株に影響を与えていくと思っているよ。こういうことだね。ずっとこうなるかわからないけど、下目線ならばアルゼンチンバブルは継続だよ。
ところで、米国が利下げをすると、米国から他の国へ投資が向くと思うけど、一体そのお金はどこに行くんだろうね。EU やイギリスは景気が悪いよ。中国も直近反戦指数は持ち直しているけど、良くないよね。日本もいまいちだし。インドとかはあるかもね。すなわち、今は米国の景気が良すぎて、他が良くないので、米国から資金が出ていく場合は、受け皿が限られるんだよ。そこで、アルゼンチンがバブル相場となったら、投資家はどう思うんだろうね。お金が米ドルからアルゼンチンに来ると、通貨も安定するよ。お金が流れると言っても、すごい大きなお金である必要ではないよ。アルゼンチンの金融の3銘柄の時価総額は、メガテックの1000分の1だよ。後で説明するけど、どれもアルゼンチンの大手金融機関だよ。小さな地銀ではないよ。メガテックは高金利を背景に買われてきたから、そこの資金の 0.1% でも動けば、アルゼンチン株はバブル相場になることは目に見えているよね。実際に資金移動が起こるかは、今後の米国の景気とアルゼンチンが注目されるか次第だけど、この展開になれば我々の勝利だということは覚えておいてね。次に、ミレー政権の政策を振り返るよ。痛みを伴う改革をしようとしているよ。国民消費を減少させ、インフレ率を抑え、マクロ経済を整えることを考えているよ。実際、この効果が出るのは今年6月以降とは言われているけど、インフレ率が落ち着くと、家や車をローンで買えるようになるよ。政府職員の解雇や補助金カットを行っているよ。公共病院や原子炉の工事は中止したり、大学や研究所の予算も削減しているよ。大型投資の奨励制度や輸出案件に各種優遇措置を与えているよ。この政策を自分なりにまとめるとこういうことだよ。財政支出、補助金をショック両方的に大幅に削減しているよ。インフレ率を止めるには目先の消費を抑える必要があるからだよ。これまで公共料金とかいろいろなものに補助金を出しており、価格は安くはなっていたけど、結局財政支出を増やしてインフレを助長しているだけだったよ。それをカットすることで一時的に消費を止めようとしているよ。それによりインフレ率が落ち着き、そして金利を下げていく。金利の低下により投資を促進し、さらに輸出を促進し、経済を回復していく。そういうシナリオを描いていると思っているよ。金利のところでアルゼンチンが3月から何回も利下げをしているのは説明したよね。財政は引き締め、金融は緩和しているんだよ。アルゼンチンの金融株のカンファレンスコールを読んだところ、実は現状はほとんどの銀行は融資を行っていないということだよ。インフレ率が上がりすぎていて、金利が読みにくくて、おそらく融資ができないと思っているよ。一部の BBAR とかはそれでも融資していて、シェアを伸ばそうとしているけど、他の銀行は融資せずにインフレと為替をヘッジした債券とかを買っているだけなんだよね。現在の状況では合理的な方法かもしれないけど、金融として機能していないよね。この状況では投資を促進なんてできないんだよ。なので若干見切り発車的にでも政策金利を下げていき、次のステップも進めている。これは財政支出によるインフレ率の低下に自信がないとできないと思うけど、数値の改善が見え始めているので進めているようだね。FRB とかなら1回の経済指標ではわからないとか言ってそうだけど、アルゼンチンは緊急状態だからこのような判断をしているんだと思うんだよね。ここで実質金利の話に戻すんだけど、なぜインフレ率が落ち着いてきても実質金利を低水準に維持するかと思っていると、結局政策の目標が投資の促進なんだよね。結局インフレ率が落ちても経済回復しないと
政権は倒れることになると思うんだよね。それならば、利下げのアクセルを踏むしか選択肢がないと思うんだよね。そうなると、実質金利は低水準に維持される。株式市場はバブル相場となる。為替は米国の金利次第だけど、ミレー政権に期待があるうちは崩れないと思っているよ。そうなると、米国 ADR のアルゼンチン株もバブル相場になる。これがアルゼンチン株バブル相場のストーリーだよ。バブル相場のストーリーが理解できたところで、どのセクターに投資するかだけど、前回動画で一通りの銘柄を説明したよね。まず、アルゼンチンのバブル相場に乗りたいので、別の要因の影響を受けるシェールとかは避けたいんだよね。もちろんエネルギー価格に強気とか別の見通しがあるならば買っても良いと思うけど、そうでないならば乗り気にならないよね。あと、今やっていることはショック療法で消費を落とそうとしているよね。そうなると通信とかは不利だし、電力はディフェンシブだから影響は少ないかもしれないけど、積極的に買いたい理由にならないよね。空港とかは輸出が促進されたら有望なのかもしれないけど、まだ次のステップだと思うよね。これらの株もいずれ経済が回復したら相場が来ると思うけど、今ではないと思うんだよね。となると、今を考えると金融セクターになるよね。ずっと紹介している3銘柄だよ。金利が下がり、止まっている融資が促進されれば、本来の事業が広がると思うんだよね。あと、バブル相場が来れば、証券も儲かるだろうし、まずは、ここが買われる。というか、すでに一番ここが買われている理由は、ストーリーに載っているからだと思うよ。ここから、具体的にこの3銘柄を見ていくよ。左側が、プライベートセクターローンのシェア。トップは国立の銀行だけど、3番目に GGAL、5番目に BBAR、6番目に BMA があるね。右側がプライベートセクター預金のシェア。こちらは2番目に GGAL、5番目に BBAR、6番目に BMA があるね。こちらはジェトロの資料で2021年1月で古いんだけど、純資産のランキングだよ。2番目に GGAL、3番目に BMA、5番目に BBAR が位置しているよ。左側がクレジットカードで、国立の銀行は省略されているけど、1番は BBAR、3番目に GGAL、4番目に BMA となっているよ。右側が支店数で、1番目がBMA、3番目が GGAL、4番目が BBAR となっているよ。GGAL の傘下の例だけど、銀行だけでなく、証券やクレジットカード、保険、年金など、総合的な金融会社になっているよ。他の2つは見てないけど、同様だと思っているよ。これ以上、細かくは3社の比較はしないけど、知りたければ調べてみてね。投資のリスクはこちらだよ。バブル相場だけど、終わりは突然来る可能性があるよ。最大のリスクは、ミレー大統領が失脚したら終了だよ。ミレー大統領は、少数与党のため、やりたいように改革ができず、経済が悪化したり、海外投資家の失望を買う可能性があるよ。あと、ショック療法で改革しているので、国民が痛みに耐えきれなくなる可能性もあると思っているよ。アルゼンチンの大統領選挙は4年に一度で、次は2027年なので、そこは意識する必要があるよ。まだまだ大統領になったばかりなので、かなり先だけどね。あとは、経済崩壊のリスクも考える必要があるよ。マクリ政権の事例からわかるように、方向が正しくても、結果が出ずに終わるリスクがあるよ。一つは、通貨安。為替に注意を払うとともに、米国の影響を受けるので、米国の金利動向には
よくウォッチする必要があるね。あと、インフレ率の直近の低下が一時的で、思うように下がらない可能性もあるよ。ただ、これは両面があり、逆に下がっていくならば、ミレー大統領の信任が上がるので、より改革が進めやすくなる可能性もあるよ。毎月の CPI のチェックは重要だね。あとは、個別株のリスクもあるよ。アルゼンチン株 GGAL についてのツイートで、資本横領の罪で訴訟を起こしているところで注意せよだと、アルゼンチンの人からのツイートがあったよ。真偽は全くわからないけど、不祥事系のリスクは新興国特有としてあるよ。集中投資は危ないと思っているよ。ここから導かれることは、政治ニュース、アルゼンチンの経済指標を常にモニタリングしながら、金融3社に分散投資していくのが良いのではないかと思っているよ。少額なら自由に投資すれば良いけど、それなりの額を張るならば、分散が良いと思っているよ。最後にチャートを確認するよ。まずは GGAL の月足チャートはこちら。マクリ政権のピークの半分より少し下ぐらいまですでに来たね。もう少しで2019年の高値ぐらいの水準になるね。週足チャートはこちら。大統領選挙後、2023年はもたもたしたけど、2024年は陰線も少しあるけど、陽線連発で上昇してきているね。先週は金曜が強かった。日足チャート、綺麗な右肩上がりのチャートだね。次に BMA の月足チャートはこちら。こちらもマクリ政権のピークの半分ぐらいだね。2019年のピークがもう少しだね。週足チャートはこちら。2024年に入ってから強く、直近かなりレンジ相場だったけど、先週大きく上がったところだね。日足チャートはこちら。3月中旬からレンジ相場だったけど、先週ブレイクアウトできたね。最後に BBAR 月足チャートはこちら。マクリ政権のピークの4割ぐらいかな。カンファレンスコールで融資のシェア拡大を狙っているというのが気になっているね。再開した時のアドバンテージになるかな。週足チャートはこちら。2024年になってももたもたしていたけど、ここ2ヶ月はかなり強いね。5週、10週、移動平均線をサポートしているね。日足チャートはこちら。4月半ばに調整したけど、それ以外は2月中旬から綺麗な右肩上がりだね。直近上昇レンジに戻した形かな。それじゃ、また次回。みんなのコメントも待っているからね。バイバイ。